盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回は夏場のね、今もう僕も今眩しそうにしてますけど、夏場の五葉松ちょっとずつね葉っぱの色が悪くなってきてね、気になる頃なんですけども、僕的にはあんまり何もしない方がいいのかなと。ただでも見た目が悪くなってきたと。なんでそんな中で、どうしても夏場ね五葉松ある程度は綺麗にしたいという方に今日どうせするんだったらこのやり方っていうね、そういうするのは古葉取りぐらいまでにしてほしいんですけど、枝もね切ってもいいんですけど少しにしときましょう。はい、そういうあたりをご説明していきます。はい、これ五葉松ですね。ついでる五葉松なんですけども、未生五葉松よりかは強い品種になります、五葉松の中でも。でこの色の違い分かりますでしょうか。黄色っぽいのが去年の葉っぱ古葉で、中心部に近いところの鮮やかな葉っぱが色のね鮮やかな緑色の葉っぱが今年の葉っぱ、今年の新しい芽についてる葉っぱですね。でパッと見てこうかな、日当たりがどうでしょう。こうやって見たら古葉がね黄色くなってきて、こうがいいかな、かなり色が悪くなってるのが分かりますでしょうか。すいません、ちょっと影の感じが難しくてちゃんと撮れてるかどうかですけど、やっぱこういうのね撮りたくなりますよね。見た目が悪くなるんで。でこう枝の棚に対してね、こう徒長枝がねビューッと棚の形をね阻害するような枝もありますね。でこういう中でとりあえずね葉っぱこれで手でね、今日が7月の26日なんですけども、取って取れないことはないんですよ。でもねこうどこがいいかな、例えばこう葉っぱのね向きの通りにこう取ればね、でもなっちゃった。ちょっと待ってくださいね。見えるかな。こうちょっとねここね皮が剥がれてるんですよ。こう葉っぱをねバリッと取ったりとか、例えば逆方向にこう葉の生えてる逆方向に取ったりとかねするとね、今度は取れなかった。取れない時もあるんですけども、そうすると結構皮が剥がれちゃう時が多いんですね。でこういうのがね夏になれ夏というかね古葉になってね、日が浅ければ浅いほどこう皮が剥がれやすいですね。これでポロポロも取れるんですけども、やってやれないことはないんですけど、これね一目一目見たらね大したことなさそうなんですけど、これを全部にやったらねやっぱちょっとずつ皮が剥がれただけでも全部の箇所がこうなるとね、やっぱ多少傷むというかね調子が悪い感じが出るかもしれないです。で五葉松って黒松に比べてちょっとねか弱いところがあるんで、こういうとこ気をつけた方がいいなと思います。あとうち畑でも五葉松いっぱい育ててるんですけども、でしかもいろんな季節に手入れしたことあるんですが、夏場なんか手入れするとね結構枯れましたね。枝が枯れる。でやりすぎた手入れした子はもう元からその子自体が枯れてしまうみたいなこともあったんで、他の時期だったら全然大丈夫な同じ手入れなんですよ。同じ手入れで2月とか5月は大丈夫だったのに7月8月は枯れましたみたいなのがあったんですね。結構な本数、もうかなり枯らしてね痛い目にあったんですけど、僕自身がね。でその畑の経験から考えたら盆栽にも言えると思うんですよ。なんで夏場の手入れは僕それからして以来ねあんまりおすすめしてないというか、僕自身もやらないように、特にもう古葉取りとかね針金掛けとか枝を思いっきり取るとかね、そういうのはあんまりやってないです。とはいえ見た目がね悪くなってどうしてもね綺麗にしたいみたいな方は引っ張ったら皮がむけるんです。だからこういう鋭利なハサミ
こんな感じとか、あと僕の大好きなおかつねさんので、ちょっとね結構使い古して先の方がかなり尖ってるんですけども、ハサミで研いでね、砥石で研いでね、かなりで、こういうので葉っぱを、まあそうですね、葉っぱ全部の長さを100としたら、まあ23割残すぐらい、まあ別にまあまあ根元で切ってくれてもいいんですけども、とにかく皮がむけなければいいだけで、どっちかいうと残ってもね、これかなりの割合葉っぱ古葉でも切るとね、結構なんだろう、その葉自体が、葉だけがね枯れてポロポロと落ちるんですね。何日かぐらいで落ちないかな。まあでも比較的こう落ちやすいです。こう切ると分かりますかね。もうちょっとアップでやってみます。まあどこで切る、まあちょっとね残すぐらい、ね、こう古葉だけをパチッとね、ごめんね、カメラ撮りながらなんでちょっと手がおぼついてないですけど、こんな感じでね、これよく切れるハサミじゃないとね切れないですね。で切った後がこんな感じ、こうね切った後この辺とか見えますかね、見えますかね。これぐらいちょびっと残ってるぐらいだったらすぐポロポロっと落ちてくれます。こんな感じで葉っぱを切ってやったら皮がむけないんで、かなり安全なんですね。だからどうしてもね見た目が気になる人はとりあえず、まあ見た目が気になるんで、まあ切り方もね丁寧に切った方がいいんでしょうけど、まあこういう葉っぱを切るという作業でどうにかやり過ごしてみてください。まあ葉っぱねこれ置いとっても特にそんな悪影響ないんでね、まあ秋とか安全な時期まで置いとって全然いいんですけどね。はい。あとまあ長い枝をねちょっとだけだったら切ってもいいですよぐらいで、はい、これぐらいにしといてください。はい、これ未生ご用なんですけど、未生ご用松の、枝の先の方ですけど、これなんかすごい分かりやすいですよね。もうこの緑色のとこが新しい葉っぱで、こっちの黄色っぽいところが去年の葉っぱ。こんなのまあこう手でねこう取りたくなるんですけど、ちょっとこのね葉っぱの付け根のところがちょっとね中がこうむき出しになるのがちょっと嫌な感じですよね。やっぱそういう時はこう葉っぱを切ってね、これおととしの葉っぱもついてたのかな。まあいいとしてこんな感じで切って取ったらちょっと残りますけど、これ残ったらいいんですよ。ですぐポロポロっとね赤くなって取れるんで、何日か後いうのは本当ちょっとわからないんですけど、多分早いうちにこんだけ切られたらポロポロっと落ちると思います。なんでねこの子とこの子とね見比べてもらったらだいぶ差がありますよね。こうやってね。ちょっと跡が残っちゃいますけど、綺麗な方じゃないでしょうか。切らないよりかはねだいぶマシかなと。切ってないのと切ったのとね、こんな感じで、手で抜くのもできないことはないですけど、
傷むのが怖いんで葉っぱを切りましょうというお話でした。はい、盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。この度無料のメール講座を始めました。僕の知識経験、20年以上かけての知識経験がぎゅっと詰まったメールが、定期的に40本以上届きます。限定動画も20本以上作っておりまして、より分かりやすくなっていると思います。概要欄の登録フォームからメールアドレスだけで登録できます。中身はもう全部無料になっておりますので、ぜひとも皆さん登録してみてください。